福原君への短編音楽と物語の世界。今回のお話は古くからのケルト神話で語り継がれている妖精や魔法についての不思議な物語です。霧の森の妖精、ケルト神話トゥアハデ・ダナンの妖精とシーの影響。異世界のエメラルドの森はケルト神話に語られるトゥアハデ・ダナンの神々がかつて住んだと言われる永遠の霧に覆われ、笛のような優しい風の調べが木々の間を漂っていった。この森はシー、妖精の丘と呼ばれる地下世界への入り口とされ、人間界と異界をつなぐ場所だった。少女アリスは村の端で野いちごを摘んでいるうちに道に迷い、深い霧の中をさまよった。足元に古い石の道が現れ、銀色の光が導くように金髪の妖精が現れた。この妖精はテュアハデ・ダナンの末裔で、シーの女王のような存在。彼女の目は深い湖のように輝き、人間の子よ、お前の願いを一つ叶えよう。だが代償としてお前の最も大切な思い出を捧げようと囁いた。これはケルト神話で妖精が人間に与える契約のようなもので、代償を払わねば異界に囚われる運命だった。アリスは迷わず家に帰る願いを述べた。彼女の幼い日の思い出、母親の温かな抱擁と父の笑い声が混じった夏の夕暮れが妖精の手に吸い込まれていった。願いは叶えられ、アリスは霧の森を抜け村に戻った。しかし彼女の目はうつろで、喜びの感情が失われていた。村人たちは彼女の変化に気づき恐れた。やがてアリスは森の端で笛を吹き、迷える者を誘うようになった。彼女自身がシーの妖精の仲間となり、永遠の霧の中で新たな犠牲者を待つ存在となった。ケルト神話では、こうした妖精の誘惑は人間の魂を異界に導く試練とされ、アリスは永遠の輪廻に巻き込まれた。教訓、トゥアハデ・ダナンの契約は魂のかけらを奪い、喜びを永遠に失わせる。古いハープの呪い、ケルト神話ダグダの魔法のハープ。異世界の廃墟となった古城はツタに覆われ、ケルト神話のダグダ神が持つ魔法のハープのようなかすかな振動が石壁を震わせていた。ダグダはトゥアハデ・ダナンの良き神で、彼のハープは喜び、悲しみ、眠りを呼び起こす力を持っていた。この城のハープはその末裔の遺物で黄金に輝いていた。銀融詩人ロランは冒険の途中でこの城にたどり着き、埃まみれの部屋で黄金のハープを発見した。弦を弾くと美しい旋律が流れ、周囲の枯れた庭園に花々が
一斉に咲き乱れた。これはダグダのハープがもたらす豊穣の力に似ていた。ロランは喜び、村々を回ってこのハープを奏で名声を得た。人々は彼の音楽に酔いしれ、病人が癒され、作物が豊作となった。しかし毎晩ハープはロランの命を少しずつ吸い取っていった。夢の中でハープの精霊ダグダの影のような存在が現れ、私の美しさを広めよ。だがお前の命を糧に、と囁いた。これはケルト神話で神々の道具が持つ二重性で、祝福を与えつつ代償を求めるものだった。ロランは気づきながらも音楽の魅力に抗えず続けていった。体は痩せ細り、髪は白く変わった。最後の夜、彼は城に戻り、最大の曲を奏でた。城全体が花の海に沈み、ロランの体は崩れ落ち、骨がハープの弦に変わった。以後、ハープは新たな持ち主を求め、城の奥で静かに待つ。ケルト神話では、ダグダのハープは永遠の循環を象徴し、ロランは神の道具の犠牲者となった。教訓。ダグダの美しき遺産は貪欲な毒を秘め、命を代償に求める。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。